はいどうも、アニモです。今日はこのかぎ針一本でできる、びっくりするぐらいこの伸びるし手を離したら戻ります、こうやって。このベッチンさんっていう方が考案したんですけど、説明欄にまたベッチンさんのリンクも書いておくので、よかったら見に行ってください。で、今回は、平面の、まっすぐの平面の、ものを編んでいきます。どんな感じの作品ができるか、まずちょっと見てください。はい。じゃあ今回作るのは、こういうねじれたヘアバンドですね。それから、ちょっとべっぴんさんが出てきますけど、このねじれたスヌード。これも可愛いので、最後にね、糸とか分量とか紹介していきます。いずれこのね、ここをウエスト部分で使って、で、ベストも作っていきたいなと思ってるので、次回はこの輪編みのところをね、やっていきたいと思います。輪になる編み方をやっていきたいと思います。それじゃあね、ベッチンさんに敬意を払って編んでいきたいと思います。はい。じゃあ、使う糸とか針によってゲージが変わってくるので、一旦アニモが編んでみた感じの感想で、ちょっと紹介したいと思います。いらない人はね、もうチャプターのところから、編むところまで飛んでください。じゃあまずは、この6号針の 3.5 ミリのやつを紹介します。まずね、使った糸はこのセリアさんのスプリンクル。もうないかな、まだあるかな、春過ぎに買った糸なんですけど、こんな感じで、かぎ針が4号6号になってるので、これを大きい方のね、こう紹介してある分の大きい方の針で編んだ方が伸縮するような気がします。なので、これもね、結構 1.5 倍に伸びます。これを、計算すると、横幅が32目。で、縦がまだちょっと仕上がってないからあれやけど、大体で計算すると16段やと思います。それで10センチ角が作れます。それから、32目でこの伸びてない状態で10センチ角になって、伸ばしてみると15センチになるっていう感じになってます。じゃあ次は7号針で、これダイソーさんのメランジを編みました。7号針の4ミリですね。メランジ。はい。メランジは、ダイソーさんのやつですね。結構今いろんなカラーが出てると思います。これを7号針1本取りで編みました。ここ、塩かぎ針が7号8号なので、7号針も8号針も、メランジさんをね、1本取りで編んでみました。そしたら、7号針の場合やったら、まず、横幅10センチにするには28目。で、全部なんですけど、偶数です。偶数にしないともうちょっと頭こんがらがるので、もうね、極力偶数で最初の作り目を作っていくこととします。はい。で、横幅が28目。で、縦は12段編みました。これでね、10センチ角のやつができてます。で、これはぐーっと伸ばすと15センチになります。イメージ的にはね、すんごいしっかりしてます。ぴょんとこうね、戻る速さでこう気づいてください。結構しっかりしてます。もうしっかりしてます。はい、それしかないな。はい。じゃあ次はね、これちょっとこじんまりしちゃうんですけど、8号針でヘアバンドを編んだ時の目安で、全部計算して割り出して編んでみたんです。で、本当やったらね、これ、90目で40センチになるんです。8号針の5ミリで編めば。なんですけど、それを、4分の1で割って10センチ計算すると 22.5 目になります。で、その点5目はちょっと端折って、22目よりにしたので少し気持ちちっちゃくなってるけど、でもまあ伸びるし、柔らかくね、一番いい状態でなんかふんわり伸びてくれるっていうイメージがあります。これもね、メランジの1本取りになってます。横にぐっと伸ばした状態で15センチになります。だから 1.5 倍ですね。伸びてます。それから次。これは、10号針でメランジを編もうと思ったんですけど、それやったらメランジだけやと細くなっちゃうので、ちょっと試しでね、このセリアさんのニューエンジェルコットン。これね、もう綿 100% で、塩かぎ針3号4号の分なんですけど、これと両方足したらちょうど10号針に合うやろうと思ってやったんですけど、ちょっとやっぱり、伸びない。この子伸びないじゃない？毛糸も伸びないんやけど、ふんわりしてるやつがシュッとなる分、ちょっとは伸びるんです。で、この子はもう全く伸びません。だから、この子と引き揃えて編んでる分、ちょっと伸びが悪い気がするけど、それでも伸び縮みはしてくれます。もうコットンでも全然ね、伸び縮みしてくれるので、これで、目数を言うときますね。まず、10号針の6ミリ、よいしょ。10号針の6ミリで編んだ場合だと、横が18目、縦が9段。これで10センチ角になりました。で、横ぐーっと伸ばした感じ、若干やっぱりこう伸縮が少ない分、14センチの伸び幅になりました。はい。で、あと、最後これね、ジャンボ針
10ミリなんですけど、ダイソーさんにもね、プラスチックのなんかスケルトンなやつ売ってるけど、それでこれを編もうと思うとちょっと大変かなと思います。ちょっとやっぱりとんがってるから引っかかりやすいんですね。もしほんまにこれで編みたいわっていう人は、できたらちょっといいやつ、1本1000円ぐらいとかでネットであるんかなぐらいのやつ、1000円もしないかもしれないけどね。その方が編みやすいと思います。あと使い道があったら。はい。で、これは、この1本のメランジじゃちょっと細すぎるので、メランジを2本取りにしました。で、2本取りにして、横12目。で、縦は6段だけ。これで10センチ角になりました。もう全部おおよそですよ。おおよそ。で、やっぱり大きいし、2本取りって結構、2本取りって伸ばすとね、やっぱり伸びにくいんです。だから、伸びて縮んではしてくれるけど、ぐっと伸ばしてさっきと一緒。14センチぐらいですね。だから一番伸びる分で言うと、6号針の、この子を編んだやつと、7号針で編んだ分と8号針で編んだ分。ちょっとこれね、自分のメモ程度なので、見てわかるかわからないんですけど、こんな感じでやってます。で、もし計算しようと思うんやったら、頭使ってください。結構頭使わなあかんのですけど、よいしょ。まずね、この7号針とかやったら、鎖編みをまず最初、ジグザグの鎖を作ります。その時に、鎖が出来上がってぐーっと引っ張ったサイズも一応書いてるけど、ここは別に気にしなくってもいいです。その他のやつはデクにぐーっと引っ張って測ってみたら、この分の大方、半分になりますね。だいたいこれ20センチ近くになってて、仕上がった時は伸ばさない状態でこの半分。で、その半分から 1.5 倍をかけると伸ばした数字に近いものになります。この辺もちょっと、わかる人は考慮してもらって、この辺もね、もうちょっともう雑なメモ程度にしか書いてないんですけど、よかったら、ここを見て、10センチ、欲しいものが30センチやから、じゃあこれに3かけようとか、ちょっとやってもらったらいいと思います。目安なんでね。だいたいこれで、4号針のやつを5ミリ。にしよう、4ミリのやつか。4ミリのやつを5ミリにしようと思ったら 1.25 倍ですよね。1.25 倍やけど、1.25 倍かけたら目数増えるだけじゃないですか。だから逆に 0.75 ね、0.75 をかけるとこの目数に近いものになります。で、出たちょっと半端なやつは、四捨五入化こうして、偶数に近い方に寄せた目にするといいんじゃないかと思います。例えば、この5ミリからここまで、10ミリまでやったら2倍ですね。だけど、目数は半分になるから2で割るんです。じゃあ、これやったら11。2で割ったら11になりますね。だけど、どっちか寄りにして、10か12にする。で、この時ちょっと小さめやったんで、ここは増やして12目にしました。そんな感じで、ざっとした計算でやったらこんな感じで出ると思います。あとは編み加減によって違うと思うので、試してみるんやったら、ここから試してみて10センチ角になるかな、どうかなっていうので、作品計算していってもらってもいいと思います。はい。で、今回はヘアバンド。前回と同じヘアバンド編んでいくけど、もうね、本当に編めないって言って暴言吐いていかれた方とかがおって、ちょっとね、編めるように、もっと、わかりやすく考えてきたので、もう諦めた人も、ぜひとも頑張ってほしいんです。ただ、最初の鎖編みと1段目。そこだけは死に物狂いで頑張ってもらうな。心がむっちゃ折れそうになります。それも私でもそうやったので、心が折れないように頑張って、無理やったら小さいサイズからでもいいです。で、それで、伸びるやつを一旦楽しんでもらって、小さい10センチ角やったらね、コースターとかアクリル毛糸で編めばアクリルたわしにもなるから、一回試し編みで頑張ってみてください。で、それで大きないけそうやなと思ったらそこから頑張ってもらえば目は見れるようになるので、一回やめると次からすごく簡単やと思います。だからちょっと、心折れないように頑張ってください。でね、編めないからって暴言やめてくださいね。お願いします。ほいで今日は、なんでこんなに真面目にアホなこと言わんとやっとんやって言ったら、ちょっとね、翻訳も今日入れていこうと思っとるから、あとは分かりやすく、ね、ちょっとやっていきたいから、ちょっと真面目ですよ。今日はね、真面目に頑張っていきたいと思います。自分に言い聞かすね。はい。で、今回使っていくのは、このダイソーさんのメランジテイスト。なんでもいいです。もうね、さっき紹介したみたいな糸と針、好きなやつを用意してもらって、これはね、7号、8号なので、大きい方の8号針で編んでいきたいと思います。使うのはね、8号針の5ミリです。これね、一玉で2つぐらいはできるかな。サイズによるし、去年よりこれ 10g 減ってるから、ちょっと一つは必ずできます。この一玉あればね。なので、残ったやつでまた小物を作るとかね、ちょっとしてもらったらいいと思います。はい。で、今回は、前回ダーメリング使わなかったんですけど、マーカーね。このマーカーを、まずヘアバンドの場合は90目スタートします。だから、8個でもいいかな。8個か9個
もう色とかも何でもいいです。もうちょっと揃ってないからこんなんやけど、とりあえず8個か9個あれば、見やすいし、いいと思うんです。だから、できたら用意してください。なかったらもうないまましゃあないからね、頑張りましょう。あとは閉じ針1つと、ハサミがあればやっていけます。はい。じゃあ今回はね、こんな感じでちょっと書いてきたんですけど、まずジグザグ編み。英語ではね、ジグザグクロシェット。って言って、考案者さんはベッチンさんです。ベッチンさんね、ここでも検索できるので、いろいろ SNS やられてるので、また見に行ってください。はい。で、今から、ジグザグの鎖編みを作っていきます。で、その鎖編みなんですけど、さっき言ったみたいに偶数目で始めてください。それから、一目目だけちょっとイレギュラーになります。最初の鎖の時だけね。なので、そこはちょっと、覚えておいてください。あと、一気に編むと安心です。もう90メーター、90メーター、あと編んでしまう。途中で手離してどっか行って帰ってきたら、言うたらまた一からやり直さなあかんから、極力、慣れるまでは一気に鎖を作ってしまった方が安心やと思います。あとは、心が折れないこと。ね。そこ、もう本当に頑張ってください。頑張ったらもう最後にね、絶対感動が来ますから、頑張りましょう。はい。で、まず、これ、奇数の時。これ、13579とかですね。奇数のオッドナンバーの時は、まず、左に回す。かぎ針を左に回す。ね。で、この左に回すっていうのが、これをこう回すんですね。こうやってかぎ針あるやつを左にぐーっと回すことになります。ただ、左にこうやってぐーっと回そう思ったら手首こうやってぐり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 回るから、左に回すんだけど、ちょっと回りやすい回し方をしていきます。で、偶数の場合、またね、イーブンナンバーの時は、2、4、6、8、で、0ね、10、20、30の時は、右に回すことになります。かぎ針を右に回します。ただ右にこうやって回そうと思ったらこんなことになるから、もうちょっと動きやすい形で回っていきます。で、あと、途中編んでてわからないなって思う時とか、例えば子供ちゃんが声かけてきて手離さなあかんっていう時ね、もうね、ここを覚えておいてください。もう左右左右。ね。左右左右。で、さの時はもう奇数です。U の時は、偶数。だから、left and right ね。この時には、1、あと2。これも覚えてもらう。そしたら、ちょっと、1、2、必ず左右で編んで手を離したら次戻ってきても、また左右からやなって、目がわからなくっても見やすいと思います。なので、その辺を考慮して、ちょっと頑張って編んでいきましょう。じゃあ、まずですね、今から1目目はイレギュラーね。それをやっていきます。で、2目目の時から針を右に回して、3目目は奇数なので左に回す。左右左右って言って針を回しながら鎖を作っていきます。ジグザグした鎖ができるのでね、面白いです。はい。そうしたらまず手に糸を持って、あとね、糸始末できる分ぐらいの糸を置いて、でね、針を糸の上に置きます。で、ここからぐるっとこっち側から回って元の位置に戻ります。そしたらこのクロスしましたね、今ここ。このクロスしたところを押さえといてください。後でね、絞ったりしないので、このまま押さえといて、いいよっていうまで押さえといてください。それができたら、針に糸、向こうから手前にかけて、で、この中を通り抜けます。でね、鎖あんまりきつめに編まないで、ふんわり編んでいってもらったらいいです。ここが一目目になります、今。これを。なので、この状態で一旦二目目。これ持ったままでね、編みますよ。まず針を右に回すとき。ね、手首ねじると大変やから、右に来た時に、クロールの手と一緒です。こう下に下がって、糸の上に戻ってきます。手首パキ言うたけど。ね。はい。で、糸を向こうから手前にかけて。この時ね、ゆとりありますね。ここゆとりあるか見て。で、かけて抜きます。これで今、二目できたことになるんですけど、やっと左手離して大丈夫です。離しました。じゃあ、このね、糸端って今ここに繋がってるじゃないですか。わかりますか？これがここに繋がってるんですけど、この子が、この糸のこの子が一目目です。で、今、このね、ここの針のここにかかってる、これが二目目。だからこの糸とこの糸を V の字みたいに作って、ペタッとくっつけてください。こう V みたいにして。ここ V。ちょっと横向いてるけどね。この V みたいにしてください。で、そしたら、この V になったところ、今 V になってますね。V をね、もう潰れてもいいからグッと持ってください。グッと。はい。それでまた、今から3目、4目を続けて編みます。その時、この子はずっとここを持ったままです。今ね、針に結構ゆとりあるかなと思うと、まず、左回りですね。左回りは、
左に針を、こうね、今、左にチチチチと針先が左に回っていってます。そしたら、この糸の右側まで来たら、針先をこうぐるっと上向けます。で、糸の上に戻ります。それから糸を向こうから手前にかけて、この中を通り抜けます。よいしょ。はい。これで3目目ができました。左右の差です。そしたら次、U、右に回ります。さっきと一緒。針先を右にぐーっと回してきたら、ここ、糸の右側に来たら、このままクロールの手の動きです。こう回していきます。で、糸の上に戻る。糸をかけて、鎖ですね。これができたら、ここを持ってね、こうグッと押すんです。ペタッと、ここも持ってる、ここも持ってる、ペタッと倒すと、V の字ができたの分かりますか？この子とこの糸。これとこれ。これが3目目。ここにかかってるのが4目目になります。ここをペタッと V の字を作ってください。酒飲んでないか手が振る。ね。ほいで、ぐっと、こう V をぐっとして、次はここの V に持ち替えます。さっきの V の次の V。ここに持ち替えます。で、またこれを繰り返していくんです。いいですか？まず左右になるから、今から5目目。奇数やから左に回ります。針先を左にぐーっと回してきて、ね、半時計回りに来たら、糸の横に来たら向こう側へぐっと来て上に戻ります。だから、この左回りの時は余計にこの根元がね、ぐるぐるっとねじれてます。これで OK。糸かけて、この中を通り抜ける。そしたら今度、この時ね、針に余裕あったら、はい、右に回ります。針先を今度時計回りに来て、糸の向こうになった時に、右側でこう下に向けて戻る。で、糸をかけて、この中を通ります。通ったら、ここの針のところの糸を押さえて、今押さえてるところと、ペタッとこうね、こうキッと曲がるように。わかりますか？こうなってるのをこう畳む。そしたらここね、ここに V ってなってますね。これがペタッと倒した状態で、このペタを、V をぶっと挟みます。V をぶっと挟みますね。はい。なら、今何個できてるかなと思うと、この最初の糸のここから V で数えると、1、2、3、4、5、6。今6目できてます。あと4つで10ですね。とりあえず、今ね、もうちょっと編み方、ちょっと分かったと思うので、今度ちょっと遠いとこから見てみましょう。ちょっと離れますよ。手の動きだけの確認で、分からなかったらさっきのスローで見てください。あとスローにするには、上にね、歯車マークありますね。今見てるやつの。ちょっと機種によって違うかもしれへんけど、歯車マークがあったらそこを押すと、下の方にね、速度設定ってあります。速度設定っていうところを押したら、今標準になってると思うんですけど、それを、0.75 やったり 0.5 やったり 0.25 あると思います。そこを、数字の細い方にね、細いいうか小さい方にしていってもらうと、ものすごいスローです。ただ言葉もスローやから、ちょっとホラー映画みたいになるので、その辺はね、音消すなりして、ちょっと一回見てみてください。はい。で、また、途中でいいわと思ったら標準に戻す。それから、あと画面を止めたらね、暗くなるっていう方いるんやけど、画面を一回ストップって押しますね。押したら、全然関係ないところをトンって押してください。画面止まった状態で明るくなります。だからこういう文字とかのを見たいけど、止めたいけどっていう時は止めて、どこか違うところをトンと押したら、こう明るい状態で見れるので、その辺もね、よく考えて、また使ってみてくれたらと思います。はい。じゃあこの V のところを押さえて、今から、7目目いきます。じゃあまずね、これ、左にこう来ましたね。左に回ってきたら、上にぐーっと針を回す。で、戻る。糸をかけて、抜く。よいしょ。はい。そしたら針にゆとりがあるなと思ったら、針を右側にぐーっと切って時計回り。で、糸の右側に針が来たら、こう回します。で、戻す。糸をかけて、この中を通る。で、また今ね、左右ができました。左回り、右回りで、今、奇数目、偶数目ができたら、ここをパタッと倒します。この V を作る、ぺっちゃんこに。そしたらまたここを持つ。もう一回いきます。左に回った時にこう回ってきます。ちょっと今ね、滑らかに動いたから、今までやったらこう来て、こう行っていうのが大変やったけど、これを滑らかな動きにすると、こう回ってこれるんです。慣れたらできます。頑張ってください。かけて抜く。じゃあ右も滑らかに回ってみます。右もくるっと回ります。で、かけて抜く。
じゃあこれでね、また V ができたらこれをパタッと倒して、ね、今 V ができて、これが今10目目ですね。10目目ができたことになるので、その時にリングをつけます。このね、今ここからかかってきて、ここに糸がかかってますね。このかかってるこの子が10目目の目なので、ここにリングをします。でね、用事ある人はここで10の時に置いてどっか行ってください。ね。もう90まで結構長いから。ほんならまた戻ってきてこう持てると思うんです。まあでもね、最初のうちはもう一気に編んだ方がいいですよ。はい。そしたら、まずね、また同じことを繰り返して20まで。ちょっと今回は滑らかに、編めるようになったらどんな感じだよっていうのをやるので、わからない人は最初のをスローです。いいですか？左に回って上、かけて抜く。右に回ってかけて抜く。V をぺちゃんと潰して、ぺちゃんと潰して持つ。左に回ってかけて抜く。右に回ってかけて抜く。V をペタッと倒す。で、持つ。このね、V を倒すのをしなくてもいいんやけど、してる方が、あと目数も数えやすいし、もうね、長くなってきたら、この V がビヨーンって伸びてきたりします。それも大丈夫。2段目でまた説明するので、しっかりとした V を確認して持っていくことによって、ちゃんと2回間違えずに編めてるかなっていう確認ができるので、最初はね、そうやってやっていた方が、自分に親切じゃないかと思います。ね。で、今、1、2、3、4、今4回来てるので、あとちょっとね、10になるまで、あと6回。ちょっと編んでみますね。今、1、2、3、4、次5からです。ちょっとね、私のいつものスピードでいきます。5、6、ぺちゃ、持つ。ね。7、8、ペタッとして持つ。9、10、ペタッとして持つ。はい。これができたら、このね、今ここにかかってるこの子です。この子が、これ、どんなリングでもいいからね、色違っても何でもいいです。はい。マーカーをつけます。これで20目できました。これをアニモの場合は、今から、頑張って90回編んできます。もうね、最初の試しやねんっていう人はもう20目でもいいです。10目とあんまり伸びがわからないかもやから、20目でもいいです。ね。好きな大きさでまず作ってみてください。じゃあ今回はヘアバンドなので、90目まで一旦頑張ってきます。やること一緒なんでね、何目でも作ってみてください。はい。じゃあ90目編んでこれました。で、おしゃれにね、色は交互に変えてみましたよ。10、20、30、40、50、60、70、80、90になってます。でね、ここの一番最後のここもリングつけてたら、もうここが次の一目目なんでね、わかりやすいかもしれないです。じゃあ、今から編んでいくやつをね、ちょっとだけ説明します。また絵描いてんねん。ね。はい。そしたら、まず今からまたジグザグ編みが1段目が始まります。で、まずね、1段目の最初だけ右に回して鎖編み1つで立ち上がります。で、往復編みの時は2段目からは普通に、編んでいくので、最初の1段目だけ、ここ回すんやなっていうのを覚えておいてください。で、それから、スタートはあっち、こっち。これね、スタートあっち、2目目はこっち、3目目あっち、こっち。今度ね、さっきの左右じゃなくて、あっちこっちでやっていきます。でね、あっち向いてほい、こっち向いてほいが分かりやすい人はもう、あっち向いてほい、こっち向いてほいでやっていってください。ね。で、今何のこっちゃやけど、ちょっと一旦説明だけします。で、今からこの鎖がジグザグしてきてましたね。これ、絶対にスタートはあっち向き。これがあっちです。針があっち向いてますね。で、あっち。で、次の子。針がこっち向いてますね。こっち。で、あっちこっち、あっちこっち、あっち。最後は必ずこっちで終わるようになってます。偶数目で来たのでね。これはずっと毎段一緒です。ね、これを覚えておいてください。で、奇数の時、1の時は、あっち向いてる時はね、かぎ針をあっちに回すんです。その時、針先は右側を通って回ります。ね。あっち向けよう言うて、あっち向いてほい。じゃあ、偶数の時、針がこっちを向く時は、あっち向いてる針を、右を回って、必ずね、針先右を通ってきます。こっち向いて、こっち向いてほい。ね。ですか？ここ、いきます。あっち。こっち。こういう回し方をします。これを一目ずつやっていくんです。細編みをする前に、あっち言うて回します。で、次、こっち言うて回します。で、それのもうちょっとやりやすいバージョンもやっていくんですけど、一旦こんな感じの針の動きやなと思ってください。でここはね、ちょっと、何やこれと思うでしょ？後で見て、へーって思うからね、ちょっと待って。はい。
そしたら、続きをね、編んでいきたいと思います。よいしょ。はい。じゃあ今、ここにね、もしリングしてない人やったら、ここにかかってるこの子。この子が今から編む一目目になります。だからここを押さえといてください。いいですか？ここを押さえとく。この状態で、さっき言ったみたいに針を右に回します。右に回すのは、さっきと一緒。針を右に持ってきて、この糸の横でクロールみたいにこう、クロールの手みたいにね、回します。で、鎖一つで立ち上がる。かけて、この中を通る鎖です。普通にね。そしたら、ここから一目目。もうね、あっち向いてホイをいきなりします。あっちに向け方は、針をこう手前に来て、向こう側に持っていきます。いいですか？もう一回いきますよ。ここに来てるやつを、針を手前を通りながら、向こう側に持っていく。これで左回転したのと同じなので、ここはちょっとわからんでもね、言って、こうやって持ってきてください。それができたら、今手に持ってたこの一目目ちゃんです。一目目ちゃんのところに針を入れます。ね。でも分かったらちょっと外しますよ。はい。じゃあ、針がね、向こう側。手前にこの糸が出てます。これで正解。で、奇数の向こう側の時は、糸ってね、この針に向こうから手前にかけるんです。で、ここどうやってかけんねんって言ったら、針をこうやって、ちょっとね、ここ下をこうまたいできて、上からこうかけるんです。じゃあ、あっちからこっちにかかったのと一緒ですね。じゃあ、ここに渡っていってる糸。この糸を押さえといてください。押さえて、まず、この一本の中からこの子を引き出します。こう、かけて抜いてきますね。かけたやつを抜いてきます。で、これができたら、高さを揃えて同じぐらいのこう隙間かなってなったら、今度左側のこの根元ぐらいを押さえといて、糸をかけて、向こうから手前にかけて、この2本の中を通り抜けます。普通の細編みと一緒です。ねじってから細編みしたみたいな感じですね。そしたら、次の目どこやって言いますと、やっとこれでここが出てくるんです。こっちの子。今ね、こうやってここ輪っかみたいにこうちょっとなってるの分かりますか？輪っかの下がここなんです、今。この子を見たら、ここにこうね、2本かかってるはずなの。この子とこの子ね。こう2本かかってて。で、こっち側もこう来たらここに2本かかってるんです。で、この目点ってこうね、はしょってるけど、ここにこういう輪っかみたいになってます。で、この輪っかになってるこの子いますね。この子と平行におるこの子。この子はね、この子はあんまり動きません。ちょっと動くとしたら、あっちの子がちょっと動いたりっていうのは、後でまたわかると思うけど、一旦こっちの子は必ず円のここの下の子と同じ平行におるこの子。この子がこっちの子になります。いいですか？じゃあこっちは、右回りですね。まず右回りをやってみます。はい。じゃあここに編むんだよっていうのが分かったら、もうね、ここ持っといて針を右側にこう回す。で、さっきと一緒。クロールみたいにこう回ってくる。ね。これ今大げさに回ってます。後でこじんまりした回し方もやるから、ちょっと今ね、手しんどいんちゃうかと思っても大丈夫。そのまま編んでください。じゃあ、こっちの時は、この平行のこの子ですね。この子にどう針入れるんかって言ったら、こう針を入れるんです。ね。ちょっと図が出たり入ったりしますけど。じゃあ、この子と平行のこの子です。この子に、こう、一本のところ。この一本のところに針を入れます。で、糸をかけて、ここでも細編みをするけど、この時は針があって、糸は向こう側にいます。だから簡単。こうやってかけて。で、この一本の中を通ってきて。ね。で、ここで高さ一緒かなってなったら、かけて、2本の中を通る。これで今ね、2目できました。じゃあ次。次はどこやって言うと、あっちの時です。見てみましょう。あっちの時は、ちょっとこんな針やけど、あっちの時は、ここに編みます。この子の下。この子を編むんです。この子を取るんですけど、この下にこういう2本入ってる糸が必ずいます。2本入ってるこの頭を見つけたら、この子に編んでください。いいですか？よいしょ。で、まず、奇数の3目目やから、あっちに回します。いいですか？あっちに回すときも、針先はね、右側を通っていく。左回りです。左にこう来て、針先は右に回って向こう側へ行く。向こう側行った時、糸は手前に来てます。この状態で目を見るとね、ここわかりますか？ほら。この1本のやつにここ2本入ってますね。これが、たまにね、あっち向いておったりとか、こっち向いておったりするわけです。大体はね、あっち向いてます。
あっち向いておるから、こうぐるっと見てみて。ぐるっと見てみたら必ずこの1本の横に2本入ってるやつ。で、たまにこうなってたりするから、ちょっと引っ張ってこう目を探してください。で、この2本が入ってるこの子。この子が目になるので、糸は手前にあって針向こうですよ。その状態でこの1本のところに針を入れます。よいしょ。はい。これができたら糸をね、下通ってきます。ここを通って、この針の下を通って上からかけます。ね。じゃあここに渡ってる糸があるから、この子を持っといてください。この子がね、縮んだりすると編みにくいから、この子を押さえつけとく。で、左の1本の中を通る。高さ一緒かなってなったら、かけて2本の中を通る。はい。じゃあこれで奇数目の3ができました。次、4。4は手前にくるっと。針先を右通って手前にクロールの動きで戻ってきます。はい。じゃあね、ここの円わかりますか？こういう円になってますね。この子が底に折って2本かかってる、2本かかってる。この底の子。この子と平行に折る。よく見たらね、ここね、Z のちょっと反対版みたいな形になってるんですけど、この子と平行に折る。この子です。この子に針を入れます。今回ってきたとこやから、ここに針を入れる。1本のところに。で、この子は簡単。上から糸かけてきて、1本の中を通る。かけて、2本の中を通るです。はい。で、だいぶ分かってきたかな？ちょっと、今からちょっと遠いとこで編んでみますよ。まず、奇数やから左にくるっと回します。その時、糸は手前。ね。で、この目をよーく見てください。この今向こうに倒れてるけど、こうふっと持ち上げてやると、この2本が入ってる。この2本が入ってるこの1本いますね。この1本のところに針を入れる。糸手前に折ります。で、こうやって糸をかける。かけたらこの下のこの横に渡っていった糸は押さえといて1本の中を通る。ね。で、全体的に押さえて2本の中を通る。はい。じゃあこれで右に回ります。はい。そしたらこの子と、このぐるっとした円のこのね、この子と平行に折るこの子。この子はだいたいね、平行にずっとこう折ってくれます。もう厄介なのは、奇数のね、向こう側に折る子です。あの子が時々ねじくれて向こう折ったりするから、その子さえ見つけれたら、ね、簡単。こっちの子は簡単。糸が向こうに折るから、普通にこう上からかけて、1本の中を通る。かけて、2本の中を通るです。ね。向こうに回して、糸が手前に折る状態で目を探します。これどこやと思ったらね、くっとこの子をくっと持ち上げたってください。ほんならこの2本がある子の向こう、この屋根みたいに折りますね。この子です。この子1本のところに針を入れます。で、向こうからね、こう来た糸を向こうから上にかけて、で、動かないように根元を押さえて、抜いて、かけて2本の中を通ります。通ったら、この時にね、この状態、もう今通ってきました。で、こうやってくるとだいぶ回らなあかんじゃない？次。だから、この針先、こう出てきて針先の状態でここでちっちゃくこう、わかりますか？右側にこうちっちゃくくるっとねじってやる。そうすると動きは小さいです。だから手首があんまり疲れない。で、今、このね、輪っかになってるね、輪っかになってるこの子と、これをね、こうまっすぐしたらなあかんよ。こうしといたら V みたいになってしまうから、こうね、まっすぐにしてみると、この子と平行に折るこの子がありますね。だからこの子に針を入れる。よいしょ。で、かけて、抜いて、かけて、抜いた後見といてください。この2本抜いた後、もう針をね、向こう側に、こう出します。ですか？今、こう出てきたやつを、針先を向こう側にグッと持っていく。ほんなら、あら不思議。糸が手前の状態になってますね。そしたら、また向こう側の子を探します。1本、2本入った屋根の子いますね。この子に入れる。で、かけて、根元を押さえて、1本の中、2本の中。で、この今編んだ状態でそのまま手前にくるっと回ると、手首返さんでもね、手の指の回し方だけでやっていけます。じゃあ、この子と平行に折る子。この子はほんまに動かずにだいたい手前にいてくれるからね、優しいです。はい。で、かけて、細編みと同じことをします。はい。で、次は、このリングがついてるのは全部ね、奇数目のところにおるかな。奇数目のところにいます。だから、今からまた、あっち向いてほい。もうね、
針をあっち向けるためには、あっちに向けるんです。あっちに向けるためには、針先を右側をぐーっと通ってあっちに向けます。ね。で、ここのリングのところ、リングがおるからそこに入れる。はい。じゃあ糸手前やけど、この下から上にかけて根元を押さえて1本の中、2本の中。この状態で右にくるっと回ると、ね、手首なんか回ってないね。そしたらこの平行なところの下にこう編みます。ここの細編みは簡単。はい。向こうに回すときは、これが編めた状態の時に針を向こうに回す。向こう側。もうこう編んできたら、向こうにひょっと出るんです。これをちょっとね、スムーズにやっていきますね。今、これまた向こう側。これどうなってんのと思ったら向こう側。こうやってみると、向こう側にこう折るんです。だから難しかったら、この子をこう挟んで持ち上げてやると、ここが見えますね。この子なんです。この子を取っていくんです。ただ、ややこしいのがぐるぐる回しながらね。はい、今、あっちを編んだ。こっち向けるために針先をこっちに回してくる。で、こっちの子に、こっち、針先をこっちに刺すんです。こっちの子に刺します。ね。で、細編みです。できたらそのまま向こうへ針先を。ね。かけて出てきたら向こうへそのまま針先向けるともうねじってるんです。こっからぐるーっと回るんじゃなくって、もう編んだ時に向こうに針先コンと向けるだけ。これが一番簡単で、動線としてはね、一番動きやすいと思います。で次どこや思うと分からへんね。この子をぐるっと回すとほら、2本が入った屋根の子いますね。わかります？もうこれを足とこれを屋根と呼びましょう。この屋根。ね。足と頭か。ね。はいはい。で、ここにこうやって編みます。これが早くなってくると編んだ後手前に来る。で、ここに入れて編みますね。で、編んだらそのままの向きで向こうに針を出す。で、目を見つけて、入れて、で、こう、かけて、編んだ後は、そのままの状態で、右に、この状態で上を回ってね、ぐるっと右に回ってきて、この手前の子、平行に折る子に編みます。わかりますかね？ここがだから一番最難関です。ここを抜けて次の段からはすごくやりやすい。だって見て、目がもうギザギザめっちゃ見やすいでしょ？もう今ね、こうなってる子、めちゃくちゃ長い子よ。めちゃくちゃ長い子を蛇腹にしてだいぶ短くしてきてるんです。で、今この1段目を頑張って、この状態で編んできてほしいんですね。で、これを編み上がったら、次の段からはすごく簡単なんで、ここ頑張ってもらうんですけど、例えば、途中でね、子供が泣いた言うて途中で手を離してしもたとします。ほな、どうやってみようかっていうと、こう見てもらうとね、ここ、今、針にかかってるここ。こうで終わってますね、今。ちょっとね、どう見たらわかるかな。ちょっと待ってね。はい。こう見ると、針にかかってるこの手前。こっちで終わってますね。こっちで終わったから、次あっちやなっていうことで、針をあっちに回してください。で、よく見ると、このこうねじって戻してやる。こうぐるっと向こう行ってるからね。ねじって戻してくると、頭と、足にしましょう。足。で、ここに入れて、で、普通にこう編みますね。で、このままの状態でもう針先だけをくるっと回してくる。それができたら、この手前の子に編む。ね。で、それができたら、このまま向こうに針を持っていくだけ。ね。向こうに針の頭。じゃあまた奇数のこのね、あっちの時にリングがついてる。正解。なら、このリングのとこ入れる。ね。で、糸を今までみたいにかけて、そしたら今度ね、こうやって手離してました。赤ちゃん泣いた。はいはい、よしよし、寝たよ。戻ってきたよ。見るよ。ほんなら、よいしょ。手に糸かけて見てみて。こう。針にかかってるやつの次の目ありますね。こうになってる。ほんなら、あっち、こっち、あっちが終わったとこなんです。ほんなら次こっち向けなあかんなということで、針をこっちに向けます。でね、ねじったかな、ねじってないかな、どうやったかなって分からへんかったらもう一回ね、緩めて針抜いてください。緩めて針を抜いて、動かして。こうやって。こう、スコ動かして。ほんなら、動いてこう吸い込まれる方ありますね。こうちょっとね、ねじれを直して、まっすぐこう吸い込まれてる状態にしてあげる。で、吸い込まれてるこの動いてる方のやつを針の手前側になるようにこう入れてあげますね。で、戻す。じゃあ今、ねじれてない状態です。今ねじれてない状態で、こうやってみて、あっちこっち、あっち。ほな、こっちに来なあかんから、右を回ってこっちに来ます。で、ここの平行の目を取る。こっち側に針を刺しました。で、かけて抜いて、かけて抜いて。
で、針を今度あっち向けて、あっちの子、あっちの子、あっちに行ってもどうからね。ぐっと起こしてやって頭を見つけたら、ここにかけて、根元持ってかけて抜く、かけて抜く。こんな感じで、万が一、もうねじったかな、ねじってないかなって分からへんくなったら、針を一回抜いて、動きを確かめて、針を戻す。で、ここからねじってやる。動きは、あっちこっち、あっち。ほな、こっちやからこっちに回ってくる。あっちとこっちのね、回し方だけをよく覚えておいてください。わからない人はね、今これスクショ撮ってください。ね。ほんで、これを見守ってでもいいし、動画見守ってでもいいんだけど、これを、やってください。で、もうあっち、こっちとかね、もう向こう、手前とか何でもいいです。自分で呪文を決めて、それさえ分かったら、すごく簡単。大体ね、もう、アニモの場合やったら、今、どうかな。あっち、こっち、あっち。こっちやね、次。こっちやったら、こっち向いて、ほい、針回してくる。で、こっちの子に入れる。こっち向きにね、針を入れる。で、これが編めたら、あっち向いて、ほい、あっちに向ける。ね。で、もうここに入れて、編む。それができたら、こっち向いて、ほい、針をこっちに回してくる。なら、ここで編みます。じゃあ次はね、この状態で、あっち向いて、ほい、あっちに針向ける。あっちの子を編む。ね。だからもう、あっちこっちで覚えてください。で、今、これ、伸縮ちょっとね、ちょっとはします。ちょっとでも面白いと思います。ね。で、これを今から一段編んだとて、一番最初めっちゃ長い鎖になってるでしょ？それが一段編んだとて、これはね、編み終わったら80センチになる予定なんです。80センチ近くにね、前後になる予定なんですけど、一段目編んでも80センチじゃないです。もうちょっとね、長くなってます。で、何段か、もう3段とか5段とか編んでくるうちに80センチに寄ってくるので、心配せずに頑張って、なんせジグザグ、端までこのまま頑張って編んできてください。それができたらね、次の段からすごく簡単やから、頑張って編んでみてください。はい。じゃあ1段目をずーっと編んできて、またこの端の方まで来てます。じゃあ一旦これで動かしてみて、手前の糸が動いてるから、まだねじってないなと。で、上を見ます。針にかかってる手前のね、この目が最後の目です。あっちこっち、あっちこっち。こっちで終わってるから次はあっち。で、ねじれてないから今からねじる。あっちに向けて、糸が手前よ。針があっちにある状態。で、この、よいしょ、糸。針を主役やと考えて、針がもうあっちにおるかこっちにおるかやと思ってください。じゃあこれで手前に回してきて、こっちを編む。こっちに編むときは、針が手前にこっちにいます。わかるかな？何か、自分の覚えやすいポイントで覚えてくれたらいいんです。もう暗号でも呪文でも何でもいいです。ね。で、あっち向いて、で、次このまたね、足2本が入ってる頭、ここに入れます。はい。で、次ですね。次はこっちやから右からくるっと回して、こことね、平行にあるこの糸ですね。この糸のところに針を入れます。で、この糸がどの子かって言ったら、実はね、最初のこの糸端とつながってる子です。ここ、わかるかな？これほら、糸端とこれつながってるんです。この最後、この糸端とつながってるこの最後のこの糸のところ。ね、ここに入れて、ここで編みます。はい。これで1段目が終わりです。で、途中ちょっとね、センチ言い間違えたんですけど、これは、40センチ伸ばさなかったら40センチになります。で、今からね、どんどんもうちょっと狭まってくるから、ちょうど編んでいくとね、いつか40センチぐらいにはなっていきます。まあ前後しますけど。これで、伸びるのが 1.5 倍やから60センチぐらいまで伸びるって感じですね。今の状態でね、ちょっとさっと測ると、よいしょ。あ、今でももう、でも、ちょっとまあ、こうやね。ちょっと縮こまってた。今でね、42センチっていうところです。よいしょ。この42センチっていうところですね。この辺、こう42センチ。で、今から編むとまたちょっと縮まって40センチぐらいになってくると思います。はい。真面目にお送りしております。はい。そしたら、今から次の段。次の段はね、もうちょっとわかりやすくなってくるんじゃないかと思います。まずね、この、よいしょ。右に回して鎖位置は1段目だけやったんです。今からはどうするかって言ったらめっちゃ簡単。今からは鎖一つで立ち上がって、この生地をね、この生地を半時計回りにぐーっと回します。ね。はい。これで OK。これでもね、根元ねじれたから、これで OK です。はい。
じゃ次どこ見ていくかって言ったら真上。この生地をパタッと挟んで真上見てください。ギザ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 。見えますね。このジグザグ模様。ここに編んでいくんです。で、まず、一目目。今これ立ち上がってこっち向けて、一目目は1の奇数。1の奇数やから、あっち向いてほい。ね。あっち向いてほい。ですか？よいしょ。左に回します。こっちに回して、向こう側へ持っていく。そしたら、このね、もうすぐの根元、こう V って見えてますね。この V の右側の子、真上から見てもわかりますね。この V の右側の子。言うたらね、ここにこう鎖目がある向こう側の半目って感じなんです。ね、ここに鎖がこうある感じでしょ？それの向こう側半目のこの1本だけを取って、同じようにね、糸向こうから回してきて、根元のこの子は動かんように持って、よいしょ。1本だけ通って、かけて2本の中を抜く。じゃあ次は手前ですね。こっち向いてほい。こっち向けたら、このね、今この輪っかの下と平行におるこの子。で、この子の下見たらもう一本ミニがおるんやけど、この子は無視します。このほんまにこのちゃんと平行におる一番上のこの1本だけ。ここに普通に細編み、また向こう向けて、次ね、この V の右側があっち向いてほいのとこやからね。あっち向いてほいのこの子ですね。手前にもおるけど、これがこういう鎖になってる。こういう鎖。これの向こう側半目を取るっていうイメージですね。この向こう側におる子。ここにこう来て向こうから糸回ってきたやつ。下の根元を押さえて1本抜いて2本抜いて。手前に回して、この子と平行におるこの子。2本あるからそのうちの上の1本です。こうね。で、あっち向いて、あっち側。足2本の頭。一緒ですね。真上から見た V のうちの右側。この子。で、その1段目を編んできた時みたいに、この根元がね、あっち向いたりこっち向いたりはしてないのよ。極力こう V って折ってくれてんの。今は V、V じゃ分からへんね。ここからか。あっちこっち、あっちこっち、あっち。で、今手前に回してこっちを編みます。こう2本あるうちの上側。こっち。だからこの段からちょっと見やすくないですか？これ今外れてもた。どうしよう。ね。なら、これ一回こうやってここの輪っかを伸ばしてみます。なら、こう引っ張ってみると、こうねじれてるな。このねじれを直すということはこうやね。こう。そしたらこの動いてるやつを針に戻す。動いてる方を針の手前。これで元に戻りました。じゃあ、あっちこっち、あっちこっち、あっちや。次こっちやからこう向けて、こっちね、この一本のところ。で、こっちに編んだら向こう向けて、あっちの一本に編んだら、こっち向けて、こっちのこの2本のうちの上の一本に編みます。編んだと同時に針はもう向こう側。こう来てるやつの針を向こう側に向ける。こう編んだやつの針を向こう側、糸より向こう側に出す。で、向こう側のを見ると、こう V 字の右のこの足2本もあるからよくわかると思います。ここの1本の子に編む。で、右にくるっと回してきて、この子と平行。ちょっと Z みたいなね、Z のちょっと反対みたいな向きのやつです。この子の手前。で、向こう向けて、向こう側の1本を編んで、手前向けてこの1本を編むっていう感じです。はい。いいですか？これで頑張ってまたこの段を編んできてほしいんです。だいぶ見やすくなったでしょ？こう真上から見てもこうギザギザしてるから見やすいし。ね。で、こっちからの見方も言いましたね。今やったら、あっちこっち、あっちこっち。で、針に糸かかってるから、このこっちまでで終わってますね。次はあっち。ね。それどっちのあっちか言うたら、あっち。ここのあっちです。だからここ。この足2本入ってるあっち。で、こっち、あっちこっち。この VV っていうのがこういうことですね。あっちこっち、あっちこっち、あっちこっち、あっちこっち。ね。で、針の回し方はこれ。もうここまではもう全く一緒なんです。で、一番最後、ここまで編んできたら今度取る場所が違うので、ここまでずーっと頑張って編んできてください。はい。じゃあまたずーっと今2段目ですね。あっちこっち、あっちこっち編んできて、最後4目残したとこになってます。だから、この V マークでジグザグ残ってますね。そしたら、残ってるジグザグ。
ここにこう刺そうと思ったら、あっち向きですね。こんな向こうからこう刺すことないですもんね。向こう、あっちやから、ぐるっとあっちに向けて、で、あっち向きを編みます。で、この時必ず根元のね、この子が動かんように押さえてから編みます。で、こっち向けて、こっちのジグザ、この子やね。この手前に編みます。これは2本の分の上の1本ですね。はい。どうでしょう？いけますでしょうか？で、あっち編んで、で、最後、こっち編む時です。これ今ねじってこっち編むだけですけど、その時はこの1本だけじゃなくって、ここ2本ありますね。この辺のこういう2本じゃなくって、今から本当やったらここ編みますね。この1本取るところと、この真下におる、こっち側のここの根元にもう1本こういますね。この1本とこの1本。これを、よいしょ、こう手前やからこうね、ここに針を2本に入れます。で、ベッチーさんは1本に入れてやってるから、多分しっかりスッキリした、仕上がりになると思います。で、アニモの場合でここに2本に入れるのは、後でね、これ普通に編んでますよ。こうやって。後で、両サイドをこうね、ヘアバンドとかやったらこう編みつなぎますね。この時に、平坦の方がね、多分編みつなぎやすいから、最後、ここ2本取ってます。だから、ちょっとね、ここに、よいしょ。この子たちのこういう厚みが来るけど、まあそんな大して気にならへん程度です。後の縫いやすさを考えたらこれでもいいかなと思うけど、まあどっちでも大丈夫です。で、これを繰り返すだけなんです。好きな高さまで。鎖編み1をして、この生地を半時計回り、チチチチ。で、針を向こう、あっち向いて、ほい。ですか？今こう向いてたね。手前を回って、右側を回って、あっちに向ける。あっち行った時は針があっちにおる状態。ね。で、この根元、本当のキワキワの根元。わかりますね。V、V、このもうほんまのこの立ち上がったこの真下におるこの子ね。これを取ります。このあっち側の子。糸は手前ですよ。針があっち向けあっちやからね。そう。で、ここからかけて根元を押さえて、根元のこの横向いてる子を押さえて、1本の中を通ってかけて2本の中を通ります。はい。で、前に持ってきて、こっちを編みます。ギザギ。このギの手前に向いてる子ね。この子です。この子の時はずっとね、1本を取っていきますよ。この1本。で、一番最後の目だけ、2本ですね。2本取るというさっきと一緒のことをずっと繰り返してもらいます。で、あとは好きな高さまでずっと編んでもらう。頑張って。ね。なので、ちょっとこのまま編めますか？いけますか？もう目はだいぶ見やすいですね。あっちこっち、あっちこっち。見えてるもんね。今やったらこう上から見たら、あっちこっち、あっちこっち、あっちまで編んでるわ。次こっちです。ということは、これ、こうやって動かしてみて、糸が手前の糸が動いてるってことはまだねじってません。だからこっちにねじってきて、で、こっち側の、このお山のこの右側の線ですね。こっち側を編みます。で、今これでね、偶数のところを編みました。1、2、3、4、5、6目めを編みました。ほんなら、あっちこっち、あっちこっちって編んでいくのは V マーク。あっち、こっち。V になってますね。ここさえ見れたら、もし誰か子供ちゃんがね、お母さん言うたら、ちょっと待ってよ。あっち編んで、こっち編んで、ね。ブーって編んだら、はい、何ですかって言ってください。ね。ほんでまた戻ってきて、ああ、終わったって言って戻ってきたら、ここで持って、さっきあっちこっちが終わったね。ねじってもないから、あっち、ほんであっちって言って、こうやって編んでいくと、ちょっと手を離しても分かりやすいかなと思います。もうね、頑張ってこれでもう本当に編んでください。そしたら、もうそろそろこれ40センチぐらいになってると思うんです。よいしょ。もうちょっと短くなってる。39センチぐらいになってます。でもまあ、こうすると、40センチになってますね。うん。だから伸び縮みはするから、大方40センチに近い。ね。そこからだいたい人間様の頭って、50センチちょっとぐらいかな。52センチとかそんな。で、これが60センチまで伸びるから、40センチでこうピタッと。で、50センチのところはこう伸びた状態で、まだ60センチまで伸びるからゆとりがあるから、ふわっとしたヘアターバンになります。最終ここをつなげば、こんなに伸びるからね。ほーら。
今のこの状態でも伸び縮み遊べます。でもあんまり遊ぶとね、早い段階で遊ぶとこのジグザグ見にくい。もう大丈夫かな？見えますね。こう、ブーイ、ブーイってなってるね。なら、あっちこっち、あっちこっちって編んでいきます。見方は、最初言ったみたいにどういう見方でも大丈夫やから。で、一番最後はここの2本をこっち側で取る。それだけ守って、頑張って好きな段まで編んできてください。それができたら、あとは、ヘアバンドに縫い付ける。前回のヘアバンドとまたちょっと違う形の、オーソドックスな感じの、つなげ方にします。と、あとは、ちょっと編み刺しのね、ネックウォーマーはね、ネックウォーマーを一重だけねじって、ほんでつなげるっていうやつでね、どんな仕上がりになるか、最初にね、動画出てきたと思うんですけど、あれに仕上がるように縫い付けていきたいと思います。そしたらね、頑張って好きな高さまで編んできてください。はい。じゃあずーっと編んできて、今ここまでで40センチあります。で、これをぐーっと、ちょっと半分に折って伸ばすわね。ぐーっと伸ばしたら、今ここで30センチは伸びてます。で、反対側もあるから、全部でぐーっと伸ばしたら60センチになってます。ね。だから結構めっちゃ伸縮するんです。ビヨン。B4。面白いね。はい。そしたら、今これでね、9段編んでます。高さがこれで8センチになってます。で、9段は、どうやって見るかって言ったら、まあ、こっちから始めてね、ここの点々ありますね。ここまでに2段編んでます。1段、2段。で、次のちっちゃい点々、大きい点々、ちっちゃい点々の上下で、1段ずつあるから、3、4、5、6、7、8。で、9。今からこの点々ができるところやからね。この点々ができて、次の段で、10。今、だから9段です。で、奇数の時は始めた方向と同じところで終わります。偶数の場合やったらこっち側で終わります。で、好きな深さ編んでください。で、好きな深さ編んでもらって、あとはね、ここを糸始末できるだけで糸を切ってください。そしたら、これ一玉使ってたでしょ、最初。これが半分か半分弱ぐらい残ってるから、まあね、親子ペアでしようと思ったら、それぐらいやったら十分一玉でできると思います。50g ですね。これでできると思います。で、前のね、よいしょ、動画で使ってたこのヘアバンドは、説明欄のリンク見てください。こうやって、ヘアゴムに結ぶだけでね、できるリボンのやつをちょっと改良して、で、これを作ってます。あと、ここの隙間にね、入るようにちゃんと作られてるので、こっちがいいなっていう人は前の動画を仕上げのところね、見てください。で、今日はもう普通にオーソドックスに、この子を半分にペタ。こっち側も内側に半分にペタッと折る。で、ここをドッキング。どこにどうドッキングしてもらってもいいわ。もうこうね、ドッキング。で、偶数目で終わった人やったらこっち側に糸出てると思うから、それでぐる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 縫ってきて、最後この子と結べばいいんやけど、奇数目の人って同じ方向から糸あるよね。だから、奇数目の人はぐるぐるぐるっと反対まで行って、で、強くなるし、ぐるぐるぐるっと戻ってきてください、もう一回。で、このこと、最初のことね、結んであげる。そしたらちょっと安心やから結んであげて、あとは2本を糸始末するって感じです。どんなね、縫い方でもいいです。波縫いでもいいし、アニモの場合やったらこれをね、ぐる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 縫うだけです。ちょっとね、ちょっと早送りで、ちょっとお届けします。はい、じゃあまずね、針に糸を通してから、もうどこでもええから、ね。この4枚全部ね、4枚ありますよね、ここにね。4枚全部、こう、貫通するように向こうまで行きます。はい。じゃあまたこっち側に糸持ってきて、ちょっとずれたところでね、隣にちょっとぐらい。もうどこって決めんでもいい。4枚なんせ縫えてたら OK。こうやって、縫っていきます。ぐさ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 。ね、次のところも4枚合わせてこう縫っていく。これを端まで切って、端からね、またね、ちょっとめんどくさいけど、もう一回同じように戻ってきます。はい、じゃあね、あっちまで行って、こっちまで戻ってきました。ね、ここ全部つながってますよ。そしたら、この最初の子と結んじゃいます。でね、この糸始末の場合なんですけど、これね、心配やから2回ほどね、結んどいて、糸始末は、これってこう伸びるじゃない。だから糸をこうくぐらせてるとビヨンって伸ばした時に糸端がピロンって出てくるから、このね、伸びない縦方向に糸始末してください。で、これ今こうやって縫い付けたやつを、ここをこうやってね、裏返します。裏返します。で、ここをこうすると、こういうねじれヘアターバンが完成です。これ、あと糸始末ね、何回も言うけど、ね。これで、このヘアターバンができました。はい。じゃあ、スヌードは、このダイソーさんのね、フローっていう糸、めっちゃ可愛いんですよ。これだけでもし編みにくかったらと思って、今ね、これ 40% 増量も売ってるけど、これダイソーさんのリサイクルポリエステルヤーン。これね、去年のやつがまだあったので、これとこれを引き揃えて使いました。で、フローを2玉。で、これはね、3分の1玉ぐらいしか減ってません。
で、フロー2玉きっちり編み切って、残ったのがこれだけ。これはもうね、ラッピングとかのリボン用に可愛いから使おうと思って置いてます。で、あとは、これね、一番最後まで編んできたけど、今半分にこれ折った状態で、28センチ。だからぐるりで言ったら56センチ。で、高さが14センチになってます。それから、編んだのはね、80目編みました。80目で10段編みました。だから、よいしょ。ね。この横80目で、高さが、10段ね。それで、使った針がこの子です。10ミリのこのかぎ針を使いました。だからもうザックザク進むけど、ただちょっとね、目は見にくいでしょほら。目は見にくいし、取るのにちょっとね、この下との間のここの言うて、この辺がちょっとややこしいから、だいぶ慣れてからやったらザクザク編めるから楽やと思います。だいぶジグザグ編みに慣れてからこの糸使ったらいいんじゃないですか。はい。そしたら一番最後一目編んだところやから、このまま引き抜いて、あとこれのつなげ方としたら、これをね、こうパタッと、今半分にこう折ってるじゃない？これを半分に折ってるやつを、パタッとどっち向きの胴でもいいからこうパタッとします。ね。で、ここをぐるぐる縫い付けます。ぐる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 縫い付けて。でね、もうこれは、往復してこようか。往復してくるだけ糸がなかったら、最初のことくくってからスタートしてもいいです。この子さえもうどっかに抜けてしまわんかったらいいから、最初この子とね、じゃあ結んどきます。一旦ね。うん。で、2回ほどこう結んでもらって、はい。で、この糸で、あとここをぐるぐるぐるとかがって、あと、あれです。糸始末はこっち方向でしてください。こっちにするとね、伸びる方やから抜けちゃうので、こっち方向で糸始末をします。そしたら、最初の着画に出てきたスヌードになります。お顔周りがね、こうファサファサこんと、この V のところでお顔周りにファサファサこうへんから、ちょうどいいんじゃないかな。ほいで、ちょっと寒かったらクッと上げるとね、この辺顎隠しになっていいん違いますか？はい。じゃあそんな感じでね、今日はこの3品を紹介したってか、3品で、前の動画の癖してね、そんな感じなんです。はい。じゃあね、これ頑張ってザクザク編めてくれたらいいんですけど、ちょっとできれば心折れずに頑張って挑戦してもらいたいと思います。また次はね、じゃあワーミの方をやっていって、その次またそれを使ったベストを編んでいきたいと思います。それじゃあ長い間今日もご視聴ありがとうございました。